皆さんこんにちは。今日はイスラエルにある巨大スーパーサルにお連れしようと思います。イスラエルにはチェーンのスーパーがいくつかあるんですが、スーパーサルは国内どこにでもありますね。この店舗は大きな方ですね。今日はイスラエルにあるスーパーがどんな感じなのかお伝えできたらと思います。物価が超絶高い国の一つであるイスラエル。以前は野菜とか果物、乳製品は日本よりも安かったんですが、最近の物価高騰と為替レートの変動のせいで日本より安いものっていうのは全くない感じですね。今年のデータによるとイスラエルの生活費は世界で7番目に高いとランク付けされているそうです。特に首都のテルアビブは世界で最も値段が高い都市ということなんですね。パリ、シンガポール、チューリッヒ、香港、ニューヨーク、ジュネーブ、コペンハーゲン、ロサンゼルス、大阪を抜いて世界で最も高価な都市らしいです。恐ろしいです。これは私の大好きな IKEA と同じショッピングモール内にある支店です。今日は猫さんの餌のカリカリを買うのがメインの目的です。うちの近所には町猫さんがいっぱいいて、地域猫ですね。猫たちがうちにご飯を食べに来るので、今日はカリカリだけを買う予定なんですが、スーパーに来るとやっぱりいろいろ買ってしまうのが楽しくもあり悩みでもあります。地下の駐車場に車を止めてスーパーに入っていきます。まず入り口付近にはキャンプ用品とか生活用品、お買い得品なんかが並んでいます。カートを使うには5シェケルのコインを入れます。5シェケルはだいたい200円ですね。カート置き場にちゃんと戻すようにということでお金を入れるんですが、これは後で戻ってきます。でも200円って忘れちゃうと結構大きいですよね。一度忘れてしまいそうになって親切な人にカートにまだ5シェケル入ってるよと教えてもらって気づいたこともありました。このスーパーの特徴はとにかく広い。スーパー内を歩くだけでもかなりいい運動になりそうです。歩き回るとすっかり疲れてしまう広さです。この規模のスーパーがイスラエルには結構たくさんあります。人口は920万人と決して多くはないのに店が多すぎな気がします。ではスーパーに入っていきます。お買い得チョコレートの山ですね。ここは10シェケルコーナーですね。今の為替で言うと10シェケルはだいたい370円。ただ日々変わっているので今400円近いかもしれないですね。また為替が上がりました。ショックです。入り口からお酒コーナーがあるのは珍しいですね。ヌーテラが入ったお菓子10シェケルです。日本円に換算すると本当に何でも高くて嫌になるので円換算しないようにしていますが、改めて考えるとびっくりしますね。牛のマークのチョコレート、クッキーが入っていたりマーブルチョコが入っていたり、バラエティに富んでいて大好きなチョコです。セールをやってますね。4枚で18シェケル、約670円ですね。イスラエルではお買い得って思ってしまうんですが、1枚約170円。日本だと板チョコって100円ぐらいですよね。やっぱり高いですね。フルーツの種類は1年を通して豊富ですね。だいたいこんな感じでバラ売りしていて、自分で好きなものを選んでビニール袋に入れて、最後にレジで重さに応じて支払います。傷がないもの、傷んでいないものを慎重に選んで買う感じですね。ぶどうなんかはパック売りしてるんですね。これはサボテンの実です。トゲはちゃんと抜いてありますが、たまに透明で柔らかいトゲが残っていたりするので、ちょっと注意が必要です。イスラエル人はサラダが大好きなので、野菜類はいろんな種類があって見ていて楽しいです。最近はこんな感じでカット野菜も売っていて、やっぱりイスラエル人も切るのは面倒なんでしょうか。結構売れているようです。これはエルサレムアーティチョークですね。菊芋という野菜です。生姜のように見えますが、アーティチョークとも全く別物のキク科の野菜です。
歯触りがカリカリしていてレンコンのような感じなので、きんぴらにしたりクリーム煮にしたりじゃがいものようにいろいろ使えます。アルファルファやもやし、かいわれ大根といったスプラウトも人気ですね。健康志向の人が多くって、いろんな珍しいスプラウトも見かけます。イスラエル人はサラダが本当に大好きで、レストランに行けば何種類ものサラダがデフォルトでお通しのように出てきます。ベジタリアンやビーガンの人も最近多くて、テルアビブは世界でも有数のビーガン大国と言われています。食べ物にこだわりがある人が多いですね。ハーブもパック売りしています。葉物の野菜、ネギもいろいろ種類があって選ぶのが楽しいです。これはナツメヤシの実ですね。ドライフルーツもみんな大好きです。友人や親戚の家に遊びに行くと必ずと言っていいほど大量のドライフルーツが出てきます。2箱で40シェケル、約1480円ですね。1箱740円。円で考えれば考えるほど悲しくなるほど高いですね。ローストした殻付きのひまわりの種もおやつの定番ですね。ほんのり塩味がついていて、これもまた美味しいです。くるみ、ピスタチオ、アーモンドですね。ナッツ類もイスラエル人は大好きですね。1袋16シェケル、約600円。改めて考えると高いですね。スナック菓子を食べるよりヘルシーなので、私は毎日ナッツ類を食べています。くるみ、アーモンドが好きです。買っていきましょう。甘栗も人気です。日本の甘栗剥いちゃいましたみたいに、剥いた甘栗がアルミパックに入っています。2つで10シェケル、370円。1袋185円と考えるとリーズナブルですね。買っていきましょう。おせんべいも密かに人気です。日本と全く同じではありませんが、これはこれで美味しいです。しょっぱい味、甘い味、スパイシーな味のおせんべいが入っていて、私は愛食しています。こちらはオリーブですね。いろんな種類のオリーブが量り売りで売っています。スパイスや豆類もいろいろな種類があります。私が知らないものもたくさんあります。パッケージ売りしているものや量り売りのものがありますね。パン食の国だけあって、パンだけでも種類がすごくたくさんあります。これが一番スタンダードなパン。日本でいうところの食パンのような感じでしょうか。薄くスライスして売っています。ベーグル、バゲット、ピタパン、いろいろあります。バゲットは2本で8シェケル、1本約150円。これはお安いですね。これはシランという名前のナツメヤシのシロップです。デザートにも料理にも使える便利な甘味料で、蜂蜜より癖がなくて使いやすいです。オリーブオイルも国民食と言ってもいいぐらいいつも使えますね。中華も人気で、今となっては麺類はたくさん種類があります。インスタントヌードルも人気で、最近では多くの種類のカップ麺やインスタントが置いてあります。でもやっぱり味は日本のカップ麺が世界一ですね。全然違います。そして冷凍食品コーナー。日本のように出来合いというよりは、素材の冷凍食品がメインな感じです。出来合いの冷凍食品はシュニッツェルが主流ですね。そしてイスラエルはベジタリアンの人がとっても多いです。オクラ、グリーンピース、人参、トウモロコシ、ブロッコリー、素材系の冷食が結構ありますね。枝豆、これも大人気です。イスラエルではアルファベットで枝豆として有名ですが、読み方は枝豆ではなくイーダマーミーと読みます。これはパイやお菓子の生地の冷凍食品ですね。自分で切って中に具を入れて作るものもあれば、具も入っていて切ってあって、あとは焼くだけという感じの生地も売っています。パイ生地を買うと簡単にお菓子ができるし、焼きたてってやっぱり美味しいですよね。お次はアイスです。これはニンニクや生姜のペーストを冷凍したものです。日本だとチューブタイプになっていますが、
こちらでは冷食が主流ですね。こんな感じでカプセル入りになっていて、一つ一つ出して使えます。とっても便利です。唐辛子入りもあります。こちらはアイスキャンディーですね。冷凍フルーツも種類がいっぱいです。冷凍ファラフェルもありますね。冷凍ピッツァも種類がいろいろあります。冷凍の塊肉。ここに来てやっとお惣菜っぽい冷凍食品です。シニッツェルと呼ばれているチキンカツが主流です。これ美味しいので私もいつも買っています。メーカーもいろいろあるんですが、やっぱり味はそれぞれ違います。こちらはハンバーグやバーベキュー用のケバブですね。肉も大きなパックが主流ですね。日本のように小さなパックはなくて、だいたい1キロ単位で売っています。そして冷凍のお魚、サーモンや白身魚が主流ですが、これもまた小さいパックはなくて大きなパックが主流です。フライドポテトも1キロパックから。こんな感じで見渡す限り果てしなく広がる冷凍食品コーナーです。次はスパイスコーナーですね。珍しいスパイスもたくさんあるので、新しいスパイスを見ると試したくなります。料理好きにはたまらないです。ここはアジア食材コーナーですね。昔はこんなに揃っていなかったんですが、今となってはいろいろあるので本当に進歩したなと思います。みりん風調味料、米酢、ごま油もありますね。カップ麺もあります。お米も種類いろいろ。タイ米、ペルシャ米、リゾット用のお米などなどいろいろあります。我が家で愛用しているのはこのサンホワイトです。オーストラリアから輸入しているカリフォルニア米なんですが、日本のお米に味が近くて、これでお寿司もチャーハンも作れます。パスタもいろいろ。私はイタリア産のバリラのパスタが好きですが、イスラエルブランドオセムのパスタも好きです。中華風の麺類も本当に種類が増えました。オセムの中華麺とオセムのチキンスープを使ってラーメンを作ると、札幌一番塩ラーメン風になっておすすめです。イスラエルに住んでいる方が見ていたらぜひ試してみてくださいね。オリーブオイル、サラダオイル、ケーキの材料ですね。ケーキの材料は今本当に充実しています。ケーキやお菓子作りを手作りする人も多いんですが、昔に比べて本当に便利になりました。サンダルフォーのブルーベリージャム大好きなんです。パンにはもちろんヨーグルトに入れても美味しいし、なんならジャムだけでも食べられます。塩はこんな感じで箱に入って売っています。塩、砂糖、小麦粉とかの基本的な食材は政府が価格を管理しているということで安く抑えられているんですね。これは私がパンを焼くときに愛用している小麦粉です。3.6 シェケル、150円ぐらいというのは助かります。これがふくらし粉入りだったりすると10シェケルと値段が3倍近くになるんですね。ふくらし粉入りは贅沢品というカテゴリーに入るから高くなるらしいです。缶詰コーナーです。イスラエル人は魚が好きじゃない人が多いですが、ツナ缶は好きな人が多いですね。トマトソースも種類が多いです。トマトベースの料理を作る人がやっぱり多いということですね。オリーブやピクルスの瓶詰、缶詰、ひよこ豆の缶詰もあります。水やジュースはスーパーでは6本入りの大きなパッケージで売っていますね。冷凍ではない生の肉やお魚コーナー。魚が好きじゃないイスラエル人ですが、このお魚誰が買うんだろうといつも不思議に思います。1匹丸ごと買ってもさばき方とか調理方法とか普通のイスラエル人はわからないんじゃないかなと心配してしまいます。ペットボトルのドリンク類は6本セットになってセールになっていることが多いですね。だいたいこれで買えます。もちろん1本でも買えますが、こちらの方が断然お得です。最近健康のために砂糖を取らないようにしようということになって、砂糖が入った飲み物は値段が上がっています。コーラももちろん値上がりしています。今 1.5 リットルを1本バラでスーパーで買うと 7.5 シェケル
290円なんですね。びっくりです。ビールも世界のビールいろいろありますね。ワイン、ウォッカ、スピリッツ類もいろいろあります。品揃え豊富です。ハム、ソーセージ、サラミもみんな大好きですね。これは我が家愛用のソーセージです。ひよこ豆のペーストのフムスとか、ごまのペーストであるテヒナとか、ピタパンに入れてすぐに食べられるようなペーストがたくさん売っています。その時に使うソース系もいろいろ美味しそうです。唐辛子のソースもいろいろあります。やっぱりイスラエル人の人は辛いもの、スパイシーなものが好きですね。チーズ、乳製品も好きですね。チーズ、ヨーグルト、バター、牛乳なんかの乳製品だけで100メートルぐらいの長さにずっと乳製品が置いてあるという感じです。牛乳はこんな感じでビニール袋に入っているものもあるんです。昔ながらのパッケージらしいんですが、袋の上の端をちょんと切ってプラスチックの入れ物に袋ごと入れて使えます。紙パッケージの牛乳よりちょっとお安いです。このチョコレートドリンク、ショコという名前なんですが、程よい甘さで大好きです。デザート系やヨーグルトドリンク系もいろいろ。ヨーグルトもプレーンからフルーツ入り、チョコのトッピング付きといろいろです。コーンフレークも一角の通路一面すべてコーンフレークが並んでいます。ライオンも美味しいです。シュガークリスプ、美味しいんですよね。23シェケル、840円ですね。で、今改めて計算してショックを受けています。高い。ちなみにアメリカでは4ドルぐらいらしいです。アメリカの倍ですね。さて、気を取り直して次はお茶、コーヒーコーナーです。本当に最近種類が増えてきていろいろなものが売っていますね。これは昔からあるショコリットというココアパウダーみたいなものです。海外ブランド、イスラエルブランドいろいろあります。シリアルバーも人気ですね。学校に持っていくおやつの定番という感じでしょうか。食生活はアメリカナイズされている感じですね。特に子供は朝はコーンフレーク、スナックにはシリアルバーというのが定番です。お米から作ったライスクラッカーも人気です。健康的だから、太らないからとダイエット目的で食べている人もいるようですが、実はお米って太るし、どうなんだろうなという感じではあります。でも美味しいです。いろいろ種類がありますね。緑茶も人気ですね。イスラエルのお茶メーカーウソツキーのものがメインですね。ミント入り、レモングラス入りなんかのハーブ入りが人気のようですが、何も入っていないプレーンなグリーンティーもみんな飲むようになりました。これはお誕生日会用のデコレーションですね。ケーキに飾るキャンドルや風船、お皿やコップがあります。お菓子コーナーも50メートルぐらいの通路の両側、ずらっとお菓子です。このビスケットよく買うんですが、新しくいちご味が出ましたね。新製品が出るとつい買いたくなります。 M&M とか輸入物も多いんですが、イスラエルブランドのメーカーも頑張っています。チョコならエリートやシュトラウス、スナック菓子はオセムが大手メーカーですね。日本ならチョコはロッテや明治、スナックはカルビー、そんな感覚ですね。このドーナツ型のお菓子大好きなんです。クッキーをチョコレートでコーティングしてあって美味しいです。以前は5シェケルだったんですが、なんか値上がりしています。今は7シェケルですね。でもセールをやっていて2個で10シェケルなので2個買います。お菓子コーナーはだいたいいつもセールをやっていて、3個とか5個とかたくさん買うと安くなるというシステムが多いですね。あとは小さいパッケージが10個とかまとめて入ったファミリーパッケージもよくあります。3人4人と子供が多いイスラエルの特徴ですね。セールをやっていると安いような気がしてしまいますが、だいたい1袋5シェケルなので200円弱。冷静に円換算して考えてみると全然安くないんですね。でもやっぱりやめられないお菓子、これはバンバですね。赤ちゃんのお菓子なんですが、
実は大人も大好きです。ピーナッツスナックということでキャラメルコーンのような見た目なんですが、味はあまり甘くなくて塩味が効いている感じです。最近健康志向が強くてノンフライ系の野菜スナックもよく売っています。ビーツとか紫芋系のスナックをよく見かけますが、味も今一つだし、1袋16シェケルって円にすると614円でありえないぐらい高いですね。こちらはポップコーン、プレッツェル、お魚の形のオットットみたいなスナックもあります。健康志向派の甘くないクラッカーもいろいろあります。朝食でパン代わりに食べている人も多いみたいです。アイスいろいろ8個とか10個入ったファミリーパックがいろいろあります。そして物価の高さが顕著に出るトイレットペーパー類、超絶高いんです。これは我が家で愛用している犬のマークのリリーブランドのトイレットペーパーですが、30ロール入りで通常価格は1パック39シェケル、1500円です。今はセールで2パック70シェケル、2700円です。高いです。しかも日本より巻きが甘くてすぐになくなっちゃいます。箱入りのクリネックスのティッシュペーパーも日本ではローション入りの高級品でも1箱300円ぐらいのイメージですが、イスラエルでは1個18シェケルなので700円ですね。箱入りは高いので一般の人はもっぱらビニール袋入りのティッシュを愛用しています。3個入り10シェケル400円とまあまあ許容範囲のお値段です。さてと、やっと目的のキャットフードコーナーに来ました。イスラエルはペットを飼っている人が多くって猫好き、犬好きの人が多いので、キャットフードやドッグフードも種類いろいろです。猫大好きフリスキーもありますね。そして私がいつも買うのがスーパーサルブランドのこのキャットフード、白猫さんが目印です。買っていきます。またまたアイスコーナー。イスラエルではハーゲンダッツよりもベン&ジェリーの方が主流です。あとはエリートやシュトラウスとかのイスラエルブランド、ネスレもよく売ってますね。洗剤類も昔はこんなにいろいろなかったんですが、今は本当に種類がいろいろあります。イスラエルは綺麗好きな人が多くって、どのお家に行ってもだいたいピカピカに掃除してあります。こちらはオーガニックコーナー。オーガニックもイスラエルでは大人気です。オーガニック以外は食べないというこだわりの人も結構います。健康のためにグルテンは食べないという人も多いので、グルテンフリーの商品もいろいろあります。乳製品も取らないという人もよくいて、アーモンドミルクやオーツミルクも人気ですね。スーパーの一角に松木用のようなドラッグストアコーナーがあります。そして家電も結構揃っています。衣類やタオル、リネン、何でもあります。食器、調理器具、ないものはないという感じですね。そして日本食材もゲット。今日は焼きそばにしましょう。ごま油、麺、みりんをゲットしました。今は平日の午後なんですが空いています。イスラエルでは共働きのお家が多くて、スーパーに買い物に来る時間がない人も多くて、ネットスーパー、デリバリーサービスを頼んでいる人も多いですね。うちの近所の人もデリバリーサービスを使っている人が多くって、よくスーパーのトラックが家の前に止まっています。昼間から来ている人は老夫婦か小さい子供連れのお母さんという感じで比較的空いています。週に1回だけ、週末に一度に大きな買い物をするという人もすごく多くって、金曜日に1週間分の食料をカートいっぱいにまとめ買いするという習慣があります。さて、やっと会計に向かいます。テレビや冷蔵庫までありますね。セルフレジもありますが、だいたいいつも問題が発生して面倒なので、今日は空いているので普通のレジに行きます。金曜日の午前中のスーパーはごった返していて信じられないと思いますが、たまに1時間近くレジで並ぶこともあります。イスラエルではレジで会計をするときにお買い得品がレジの横に置いてあって、レジ係の人に
これはセール品です、これは10シェケル、これは20シェケルだけど買うと聞かれることが多いです。そこであら買うわ、どれにしようかなと選び始める人もいたり、そしてさらにレジ係の人に今会員登録すると次回の買い物で100シェケル引きになってポイントもつくしお得ですよと会員登録を勧められたりします。そこで会員登録をし始める人もいて、住所や名前の詳細を用紙にゆっくりと書き始めて、待っている後ろの人は怒り始めて、まさにカオスという時もよくあります。ティッシュ、猫のカリカリ、ドーナツ型クッキー、お米などなど買うものをレジのベルトコンベヤーに自分で並べていきます。レジの人は座っています。そしてレジではお客さんが自分で袋詰めするんですね。手際のいいレジの人だとパッパと会計してくれるんですが、だいたいゆっくり仕事をしていますね。基本的にサービス業には日本と同じサービスを期待してはいけません。日本のレジのような手厚い丁寧なサービスはありません。さていかがでしたでしょうか。今日はイスラエルの巨大スーパーを一緒に見ていきました。このご時世、なかなか海外旅行にも行けないと思うので、旅行気分を味わっていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。